皆さん、こんにちは。あやのずラーニングハブのあやのです。突然ですが、皆さんは今、ハマっていることはありますか？私は、数年前から韓国ドラマや K-POP にハマっています。空いている時間に K-POP アイドルの動画を見たり、週末は Netflix で韓国ドラマを見たりしています。ということで、今回のトークテーマは、最近の日本での韓流ブームについてです。韓流とは、韓国の音楽やドラマ、料理やコスメグッズなど、韓国の文化が流行することを韓流と言います。一つ目に、日本での韓流ブームの歴史。二つ目に、日本で最近流行っている韓国のもの。そして最後に韓国への思い。この3つに分けて今日はお話をしたいと思います。親のずラーニングハブ。では、まずはじめに日本での韓流ブームの歴史について話していきましょう。日本の韓流ブームは第1次韓流ブームから第4次韓流ブームまであります。第1次韓流ブームなんですが、日本で韓国の文化が流行ったきっかけは、冬のソナタという韓国のドラマです。このドラマが日本で大ヒットをしました。この時、韓流という言葉が生まれたくらい社会現象にもなっていました。ちなみに、この冬のソナタというドラマですが、日本では冬ソナというふうにみんなに呼ばれていました。そして俳優のペヨンジュンさんはヨン様という愛称でみんなの大人気スターでした。当時はたくさんの女性がヨン様を見るために空港まで行って、キャーヨン様と言って大興奮で手を振っている様子がテレビで何度も紹介されていたみたいです。私はあまり覚えていないのですが、よくテレビで紹介されていたので、音楽はなんとなく覚えています。チャララランラランみたいな感じの。皆さんは冬ソナ見ましたか？あとは第一次韓流ブームといえば、東方神起という男性アイドルグループです。たくさんの人がカラオケで東方神起さんの歌を歌っていました。なので、冬ソナ、東方神起、この二つが日本で韓国の文化を一気に広めた立役者になったんじゃないかなと思います。次は第二次韓流ブームについてです。この時、さらに K-POP の人気が日本で高まりました。なので、たくさんの K-POP アイドルたちが韓国だけでなく日本にも来て活動するようになりました。例えば、ななななななのカラーとか、GGGGG の少女時代とか、Fantastic Baby のビッグバンとか、皆さんも知っているグループがあるんじゃないでしょうか。なんだか楽しくなってきました。次に第3次韓流ブームです。なんとこの時期に BTS や TWICE、ブラックピンクなど、今や世界の大スターのグループがたくさん誕生しました。今でも全然勢いが止まってないですよね。私も BTS も TWICE もブラックピンクも大好きで、たくさん歌を知ってますし、よく車をドライブするときに聴いています。ほとんど全部聴いているんじゃないかなっていうくらい。BTS ではジョングクが私の推しです。そして、TWICE ではサナちゃん。そしてブラックピンクではジェニーちゃんが好きです。また後でこの推しの話はしますね。この第三次韓流ブームの大人気アイドルたちの影響で、たくさんの若い人たちが韓国の髪型やファッション、メイクなどに憧れを持つようになりました。実際に YouTube や Instagram や TikTok などの SNS で若い人たちが韓国のメイク道具や韓国のメイク方法など紹介している動画がたくさんあって、それが人気なんです。韓国のアイドルたちの影響力って本当にすごいですね。でも私も韓国アイドルたち大好きなので、その真似したくなる憧れを持つ気持ちはすごくわかります。あとは韓国のグルメもかなり人気になりました。例えばチーズタッカルビとかキンパとか、こういった今まで知らなかったような食べ物も知れ渡るようになりました。韓国といえば
ビビンバとかサムギョプサルとかはもともと有名で日本でも大人気だったんですけど、それ以外の食べ物もどんどん名前が日本でも聞かれるようになりました。実は私が韓国のことを大好きになったのは、この第3次韓流ブームの頃からなんですね。4回ソウルに行きました。ソウルで思い出に残っていることは、ハンボクと呼ばれる韓国の伝統衣装を着て街の中を歩いてたくさん写真を撮ったことです。あとは食べ物も本当に美味しいものばかりでした。チーズタッカルビ、サムゲタン、サムギョプサル、トッポギ、チヂミ、スンドゥブチゲ、もうたくさん食べました。めっちゃ美味しかったです。また行きたいです。あとは、イデという女子大学の近くにある占いカフェにも行ったことがあります。2回行きました。その当時の恋愛の相談をしました。結構当たっていたので、また行きたいなって思います。そして第4次韓流ブームです。この時、韓国のドラマが世界中で大人気になりました。というのも、コロナの時期でたくさんの人が家にいなければならないという状況だったんですね。ですので、ネットフリックスを見る人もたくさん増えました。愛の不時着やイテウォンクラスというドラマがその韓国ドラマの人気に火をつけましたよね。私もこのイテウォンクラスを見てパク・ソジュンさんという韓国の俳優さんに沼りました。沼るという意味ですが、沼というのは英語でスワンプです。沼から抜け出せなくなるくらい夢中になることを沼ると言います。私はパク・ソジュンさんに沼ったので、だいたい彼の出ているドラマは全部見たと思います。その中でも一番好きなのは、彼女は綺麗だったというドラマです。こんな感じで日本では第1次韓流ブームから第4次韓流ブームまで勢いが止まることなく人気が続いています。二つ目にお話しするのは、今日本で流行っている韓国のものです。日本で流行っているものといえばやっぱり K-POP ですね。はい。先ほどの第3次韓流ブームの BTS さん、TWICE さん、ブラックピンクさんはもちろんなんですが、どんどんと新しいグループが生まれていってますね。第1世代から第5世代まで今はあると言われています。ニュージーンズとか、ルセラフィムとか、ストレイキッズとか、たくさん数を挙げればキリがないんですが、本当にたくさんのアイドルたちが日本でも人気です。街を歩いていると K-POP の音楽があちこちで耳に入ってきます。そのアイドルたちが生まれるオーディション番組も好きで見るんですが、レベチですよね。歌もダンスもうまいんです。レベチというのは、レベルが違う、on another level のことをスラングで言っている言葉です。レベチです。みんな本当にレベチです。あとはアイドルが人気になったので、推しという新しい言葉も生まれました。推しというのはファンであることを表す言葉です。例えば、私は BTS 推しですというと、私は BTS のファンですという意味になります。他にも推し活という言葉もあります。推し活というのは、ファンであるグループやメンバーのためにグッズを買ったり、コンサートに行ったり、応援するための行動をすることです。あとは、〇〇単、〇〇点という言葉もあります。〇〇の中には、その応援しているメンバーの名前を入れます。例えば、私はジョングクが好きなので、グクペンと言ったり、グクタンと言ったりします。タンというのは担当 in charge of の略です。そして韓国語を勉強することも流行っています。私が英語を教えている中学生の女の子がいますが、その生徒さんに将来何になりたいと聞いたときに、韓国で仕事をしたいって答えたんですね。そのために韓国語を勉強しているらしいんです。すごいですよね。韓国に憧れを持って、そうやって韓国語を勉強する人がたくさん今増えています。若い子といえば、コロナが流行っていて、韓国に行きたいけど行けなかった時期に、
日本のホテルに泊まるけど、韓国の食べ物を買ってホテルに持って行って食べる。そのことで韓国の旅行気分を味わうという渡韓ごっこが若い女の子たちの間で流行っていました。今はコロナの制限もなくなっていろんな国に行けるようになりましたね。日本政府観光局によると、日本人が2023年に一番多く行った国は韓国ということなんです。韓国ってすごく近くって、大阪の関空からソウルまで飛行機で2時間で行けるんです。その手軽さもありますし、今の韓国の文化の人気もあって、たくさんの観光客が今韓国に訪れています。最後の3つ目は韓国への思いです。今日お話ししたように、私は韓国のドラマも歌も食べ物も、そして韓国の人も大好きです。本当に文化の力ってすごいですよね。言葉や国の壁を越えて人と人とをつなげてくれますし、お互いのことを知るきっかけにもなりますよね。日本と韓国と政治的にうまくいかないこともたくさんあるみたいですけど、私はこういった文化を通じてお互いのいいところもたくさん知ることができたらなっていうふうに思っています。韓国の皆さん、よろしくお願いします。このチャンネルでもたくさんの方が日本の文化に興味を持ってくださって、アニメや歌、ドラマ、ゲームなど日本の文化を通して日本語を勉強したいと思ってくださっている方がたくさんいらっしゃいます。それってすごく嬉しいことだなと思っています。皆さん本当にありがとうございます。日本人としてすごく誇らしく思います。私もいろんな国の文化を知って自分の視野を広げたいなと思っていますので、ぜひぜひ皆さんからもたくさん勉強できたらなと思っています。どうでしたか？日本での韓国ブームの熱が伝わったでしょうか？私もそろそろ韓国に行きたいなぁと、この動画を撮りながら思っています。他の動画では海外で驚かれる日本人の仕草10選や日本人のマナーがなぜいいのかなどについてもお話ししていますので、概要欄からチェックしてみてください。最後まで聞いてくださってありがとうございました。またねー、アンニョン。